ね。うわー、超綺麗。何これ、沖縄みたいなんじゃん。うわ、超綺麗なんだけど。やばくないこれ。2025年9月下旬。つうか、ドローンやっぱいいよな。秘境とか、なんか回るにはドローンがやっぱりね、最高にいいよね。二階通道路とかも、ドローンで回れたらね、すごいいいなとは思うんですよね。いや、すげえな。やっぱ人がね、入れないところにドローンが行けるっていうのはね、やっぱ一番いいですね。うわー、すげえ。これは、欲しいな、やっぱりドローン。でもなんかドローンって色々めんどくさいんですよね。いやー、ドローン探検チャンネルさんのドローンすげえな。ドローンに興味を持ち出した。でもドローンって飛ばすのに色々と面倒って話を聞いたが、一旦ドローンの体験でも行ってみるかってことで。アクティブモールだって。ここかなあ、ここだ。この目の前だ。あ、ここだ、ここだ。ここですね。私が選んだドローンの体験をするところは家から近い場所にあったこのドローンスクールへ。ドローンスクール千葉幕張へ、ここでドローンについての説明を受ける。はい、千葉チャンネルこと千葉ちゃんです。本日も動画の方をご視聴いただき誠にありがとう。団地にちょっとドーンやっちゃいましたけど、これはね、美浜区のね、団地ですね。何団地っていうのかがちょっとわからないんですけど、いや、すごいですね、美浜区の団地は。最寄りの駅って何なんだろうね、ここら辺。一回来てるんだけど、やっぱ頻繁に来ないとわかんないですよね。覚えられないですよね。で、今日ね、行くところはね、ドローンのスクール第2回目です。今日から講習が始まるんですけど、とその前にスクール2回目ってことは、そうなんです。スクールに通い始めました。いや、高いお金払いましたけどね、ドローン習うために。最近ちょっと YouTube の方が調子がいいというか、皆さんすごいご視聴いただいてるおかげで、収益の方もね、まあちょっと入るようになってきたんですけど、いや、その収益をね、ただ単に趣味に遊びに使ったりとか、まあその千葉に住んでるんだったら堺町の風俗とかね、生きてみたいっていう気もするんですけど、そこはぐっと抑えて、やっぱね、ドローンのね、映像が欲しいなと思ってきてて、で、やっぱそのドローンの YouTube に載せるんだったら、ただ単になんかそこら辺でドローン飛ばしましたとかだと、法律に違反したりとかって結構厳しいらしいんで、ドローンって。やっぱちゃんとスクールで習って国家資格を取った方がいいんじゃねえのと思い始めてきたんですよ。ドローン探検チャンネルさん、あの方ってなんか資格とか、あと無線とかああいう資格を持ってて、ドローン歴も7年って、やっぱね、ああいう方がねドローンをやると納得もいきますし、ちゃんとその法律に反してない取り方とかっていうのをやってるので、やっぱ視聴者から見てもね、安心できるんですよね。やっぱ撮るんだったらちゃんとした動画撮りたいし、ちゃんとした勉強をしてドローン飛ばしたっていうのがあるんで、これからスクールで勉強してきます。ということで、そろそろ到着ですね。ここのイオン自体あんまり来ないんですけどね、私。このイオンに駐輪場があるので、あ、どこだっけ、ここだっけ、ここだ。ここから行ってね、駐輪場があるんですよ、そこに。バイクの。ここに止めると。ここら辺がいいかな。ちょっとね、屋根がね、あったら最高なんですけど、屋根がないからね、雨が降ったらね、ずぶ濡れになっちゃうんですけど、だからね、まあ、最短でね、多分ドローンの免許っていうか、国家資格取れる。一応ね、国家資格には、等2等っていうのがあって、2等をね、取れば、まあ、いいのかなっていう感じで。2時間の講習中。ドローンの講習終わりました。今日はオリエンテーション的なものなんで、どういうもの
学んでいくのかっていうのを勉強したんですけど、実技試験はね、難しそうな感じがしますね。こういう順序でこういう発言をして、なんかドローンを点検してたりとか、なんかコースを記録したりとか、なんかいろいろそういうことやるんですけど、ある程度暗記して覚えないといけないんで、私みたいな50ぐらいのおっさんがね、ちょっと覚えるのはね、きついのかなと思うんですけど、いやでも東大とか受けるようなレベルの問題ではないんで、普通にね、やってれば問題なくできるんだと思うんですけど、講習で習ったことはこんな感じです。これは最後のテスト内容の一部です。これとは別でドローンの操縦も覚えます。試験官、点検用紙を使って航空法で求められる点検内容を、はっきりした声で言ってください。体調に問題はありませんか？はい、体調に問題ありません。試験官、今回の飛行に際して航空法に基づく手続き及び必要事項の確認をしてください。はい、申請飛行の通報、問題ありません。試験官、風速計をお渡しします。飛行空域周辺の状況並びに気象状況の確認を行ってください。飛行空域、気象状況、問題ありません。風速5メートル以下で問題ありません。試験官、それでは作業前点検を開始いたします。日常点検記録に基づき点検を始めてください。はい。では、作動前点検 A の方を行っていきたいと思います。まず機体全般、プロペラ、外観損傷、歪みがないか。こちらですね。まずプロペラ。プロペラ問題なし。次に、モーター。モーター問題なし。次に、フレーム。フレーム問題なし。次、ネジ、コネクタ、ケーブル等の取り付け状態。まずはネジ。ネジ問題なし。次がコネクタ。コネクタ問題なし。次にケーブル。ケーブルも問題なし。チェックをつけます。こんなことを実際の最後の試験でちゃんと行えるかっていうのをやるので、講習を通して覚えます。実際の試験で行うこと1、筆記テスト。2、機体の事前外観確認。3、送信機の事前外観確認。接続確認。4、機体と送信機の動作確認。5、実際の試験を行う。スクエア飛行。8の字飛行。緊急事態飛行。6、飛行後の機体の確認。7、口述試験。こんな内容の試験を行って70点以上で合格するために講習を行っていきます。学科の方はね、こっちの方も暗記だと思うので、ちょっと覚えなきゃいけないことはあるのかなとも思うんですけど、学科の試験はとにかく覚えるだけです。左の教材はスクール配布された教科書で、教則が書かれていて、それを噛み砕いた説明も載っているので名前の通り教科書な感じです。スクール受講生はココパというオンラインで受講できる講習があるので、それを見ながら、教科書で確認しながら勉強していきます。でも問題があまりないのでもっと理解を深めるため、右側の問題集をやるとかなりの確率で合格すると思います。私は試験に落ちた時用に、Amazon で注文していたが試験は不合格ではなく合格してしまったので使わなかったです。確実に試験に合格するには右側の問題集を一通り解くと良いかと思います。スクールに通わずに一発試験で挑む方には右側の問題集は必須で買った方が良いかも。本屋で買うよりも Amazon で買った方が安かったと思うので概要欄に URL を貼り付けておきます。そんなこんなで10月3日に体験をして今日は11月7日、ちょうど1ヶ月ぐらいで実地試験を受ける流れになりました。
ただいま車の中です。今日はドローンの実地テストの日です。これからあと45分後ぐらいに実地テストが始まります。今開始時刻まで早く来てしまったので、駐車場で待機してて、今勉強してる最中です。久々に勉強しましたね。すごい。実地テスト、スクールで教えてもらうことは一通りあるんですけど、それだけだと時間が結構足りなくて、覚えることが結構多くて、で例えばその実地テスト落ちたとしたら、次回そのテストを受けるのに1万1000円かかるんで、それがね、ただだったらそんなに何回か受ければいいやみたいな感覚だと思うんですけど、1万1000円払うとなると、さすがに不合格にはなりたくないんで、合格したいと思って勉強してるんですけど、すごい久々に緊張しますね。この緊張はどれぐらいぶりだろう。大学高校卒業して就職するときに面談すると思うんですけど、その時が一番緊張したんじゃないですかね。あとは運転免許の卒検とか学科とか、あそこら辺もすごい緊張しますよね。人生においてすごい緊張することって多分5回ぐらいだと思うんですけど、一般の人だったら。とりあえずまた終わったら動画の方に報告しようかなと思うんですけど、結果は3日以内に合否の通知っていうかメールが来るらしいんで、それで確認します。これ学科じゃねえ、実地だけなんで、学科はまたね、別で受けないといけないので、それの予約もまだしてないんでしないといけないです。とりあえずってことで。試験はこんな感じで体育館の中で行われ、試験用のコートが用意されていて、その中でドローンを規定のコースを飛ばして総合で70点以上で合格となります。体育館の中なので、今の真冬に試験を受けると手がかじかむぐらい寒いので、試験を受ける時がちょうど春か秋になるのが良いのかと思います。真夏に試験を受けるとクソ暑い中で飛ばすので、私が受けたのは11月7日でしたが、少し寒い感じでした。4月と10月に受けるのが最適な気候で受けられるのかと思います。と言ってもその時期に合わせるのも難しいですけど、この規定のコースはスクールによって違ってくるのかがわからないので、スクールに通わずに運転免許と同様に一発で試験を受ける人は、その試験会場の内容を何かの情報で把握しておいた方が良いかと思います。試験内容も統一されてるのか不明。とりあえず合計で1時間ぐらいの試験を受けました。はい、試験から戻ってきました。試験の開始時間が13時30分、ただいまの時刻が14時40分ぐらい。どうなんですかね。85点ぐらいは取れてそうな気がします。3日以内にメールで合否の通知をいただけるので、合否が分かりましたら、すぐ来週の11月の、今日7日なんですけど、11月の14日、1週間後に、今度は、目視外のテストを行おうかなと思ってて、この流れで行っとかないと、例えばここから2週間、3週間後ってなってしまうと、またね、覚え直さなきゃいけなかったり、感覚が、せっかく覚えた感覚が忘れてしまうので、だからね、急遽ね、仕事を休んで14日に取ろうかなと思います。で、それと同時に午前中に目視外を受けて、で、午後から CBT を受けようかなと思ってて、CBT がね、一応ね、受けるところは千葉駅のね、徒歩5分ぐらいのところにあるんですよ。元純の目の前ぐらいにビルがあるんですけど、そこでテストを行ってるのと、14日に全て終わらせて、で、そこから合否の通知が来たとして、そこからまた申請とかしなきゃいけないんですけど、早くて最速で11月の下旬ぐらいには資格が
取得できそうな気がします。そして運命の時。よっしゃードーンということで無事に合格しました。とりあえず一発で試験には合格しました。合格するために行ったことは、私はね、この環境を作って、資格を取得すると同時に、ちょうどこのドローンの DJI からミニ5 Pro っていうのが、もともと出る予定で、5 Pro っていうのを買いたかったので、この5 Pro を資格の取得の5日後ぐらいですかね、1週間後ぐらいに買って、で、実際にこの環境を作って、この点検用紙っていうのはスクールの方からもらえるので、それで実際の試験と同じような環境を作って、実際にね、これを私はどんくらいですかね。どんくらいだ ?20 回ぐらい多分やったんじゃないですかね。20回ぐらいやって、もうすぐ頭に叩き込んで、試験当日は忘れないようにしようみたいな感じで、試験に臨んだら、忘れることなく、減点もほぼなくね、できるようになったので、一発試験を受ける人は特にね、この環境を作って多分ね、実践みたいな感じで、試験官も誰かにやってもらってやらないと多分覚えないと思うんですよね。スクールに行ってる方でもある程度覚えないといけないので、なので同じような環境を作ってやられるのがいいのかなっていう感じがしますね。そしてその1週間後。また同じように指定の体育館に行って今度は目視外飛行の試験を受けます。この目視外がドローンをやる上で一番使う操縦なんですが、自分の目でドローンを見ずに、ドローンを飛ばす操縦なんですが、例えば高度50メートルに飛ばすと目で見えなくなり追えないので、目視外飛行になる、あとは障害物があった場合に、その向こう側にドローンを飛ばす場合は障害物で、目視ではドローンを見れない、追えないのでこの時も目視外飛行になります。目で見えない場合は送信機についてるモニターもしくはスマホ見ながら操縦します。目視よりも難しいってことで特別な申請が必要ですが、資格を持ってると特別な申請が簡略化できてドローンを飛ばしやすくなります。ここで間違えてはいけないのは、資格を持ってない人はドローンを飛ばせないってわけではないので、資格を取得しなくても、その特別な申請が通れば資格なしでも問題なく飛ばすことは可能です。その辺はおいおい説明しようかと思います。そして運命の時。よっしゃードーンということで今度は目視外の試験に合格しました。これで私の目的の飛行試験はすべて終わりました。この他にも夜間の限定解除があります。私が飛ばせるのは日中帯のみになります。この日中帯という意味は日の出から日没までの時間になるので夏は日が長いので長時間飛ばせるが、冬は夏よりも日が短いので飛ばす時間も短い。と言ってもこの夜間飛行も資格を持ってなくても、個別申請が通れば夜間飛行することは可能です。そして一旦家に帰って今度は15時から筆記テストです。CBT。午前中に目視外の試験、午後に CBT と多忙なスケジュール。千葉駅に到着しました。行きますか。試験会場に到着。こんな試験会場で試験を受けてきました。2等の試験は50問で30分となっていて私は28分で全問チェックをつけて2分で見直しでした。結構ギリギリな時間でしたね。内容はわからないところも結構ありました。結果はその場でわかるようになっており。よっしゃードーンこんなデカデカとは書かれてなく合格とも書かれてなく基準点よりも取れてるような書き方だった気がします。でも合格してる意味は理解できた内容だったかと。ドローンの2等の資格を取得するには、1、基本飛行試験2、目視外飛行試験、3、身体検査、4、学科試験、CBT。これにすべて受けて合格すれば2等資格証明書を受け取ることができる。
これでやっと資格証明書の申請ができてここから色々と申請するのでまた時間がかかります。皆さんもご存知かと思いますがドローンに関する申請やら登録する際にはこの DIPS 2.0 という国土交通省のシステムで色々なことを行います。申請やら登録やら通報やら、資格証明書が発行されてから包括申請を通したかったので、まずは資格証明書の発行です。これは10日ぐらいかかった気がします。資格証明書番号が発行されると包括申請に登録する箇所があったと思うので記入して包括申請を行って終わったのが12月の中旬ぐらいだったと思います。資格に合格、そしてそこから飛行の通報を行い、市役所、土木事務所、海上保安庁に連絡をして、12月29日に初フライトを行いました。ドローンの資格を取得してからだと飛ばすまでには3ヶ月ぐらいは最低でもかかります。そして、あれしなきゃいけないんだ。離陸しないと、やっぱちょっと風ありますね。おお、すごい。ああ、逆光だからなんか、あれがわかんないですね。なんか良さがわかんないな。つうか眩しい。コンビ来ないかな、大丈夫かな。なんかね、一応いることはいるんだよね。それがね、怖いんだよね。今どこにいんの？ちょうどね、太陽のとこに隠れると全然わかんないんだよね。お、すげえ。いつの間にかすごいとこまで行ってる。ああ、でも綺麗ですね。うわー、綺麗。むちゃくちゃ綺麗。わー、すげえ綺麗。おー、すげえ綺麗。おー、すげえ綺麗。おー、すごい綺麗。トンビはどこだ？自分のね、機体がわかんないんだよね、もう。目視できないよね、これ。うわー、超綺麗。いやー、森はすごい綺麗っすね。むちゃくちゃ綺麗。うわー。どこだ、今いんの？もうね、見れるレベルじゃないよね。60メーターっつったら結構上なんだよね。でもね、トンビはね、それをね、わかるんだよ。トンビの目がすごいいいんだよね。うわー、超綺麗。何これ、沖縄みたいなんじゃん。うわー、超綺麗なんだけど。やばくないこれ。うわー、すげえ綺麗。ほら、やばいよね、この綺麗さ。とりあえず私の大好きな守谷海岸の空撮ができたんで最高ですね。いや、こんな海ほんと沖縄じゃん。一応千葉の沖縄と呼ばれてるところなんでむちゃくちゃ綺麗なんですよね。うわ、超綺麗。操縦がいまいちわかんないけど、うわー、すげえ綺麗。何これ。これイルカとかすぐわかんじゃねえ？クジラとか。もうちょっとこう近づいてみよっか。怖いんだよね、近づくのが。おー、ちょっと操縦が慣れてないんで、ホームポイントはこっちか。トンビがいなければね、いくらでも飛ばしたいんですけどね、トンビがいるとね、ちょっとね、怖いんですよね。あ、トンビがいる。ちょっと戻ろう。ホームポイントに着陸しようか。リターントゥホーム。いやー、怖いですね。トンビがね、ちょっとね、今どこにいるんだ。あ、真上にいるわ。あ、すごいね。これ自分で操縦するより、ほら、トンビが来た。ほら、トンビ来た。やばい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 。やばいやばいやばい、トンビ来た。ほら、トンビ来た。
もうあいつが怖いんだよね。ほら、どこからともなくね、トンビが来るのがね、チャンス。怖ー、トンビがどこからともなく訪れるという。もっとさ、なんかトンビがいないところで飛ばしたいんだよね。ゆっくりのんびり。なんかまともにね、飛ばせないんだよね。ということでドローン操縦士としてデビューしました。ここからは初フライトの感想と機体のミニ5 Pro の感想をお伝えします。興味がない方は見なくても大丈夫です。まずは初フライトですが、ドローン体験会に行った時が一番やる気満々でしたが、そこから3から4ヶ月経過するとモチベーションがなくなってしまいましたが、実際にこうやって飛ばしてみると一気に吹き飛び、自分で操縦してるんだって感覚と、今まで見たことのない景色を見ることができてもっと飛ばして景色を見てみたい感覚になります。操縦についてはスクールで飛ばすのは10時間だけなのでスクール内で飛ばすのと、外で飛ばすのは全くの別物になります。ただスクールでは最低限のことしか学べないです。資格を取得するための飛行って感じです。まあ自動車免許と同じですかね。今見てる映像は方向転換がカクカクしてますが、これは初フライトなのでしょうがないですね。ある程度慣れてくるとスムーズに動けるのとカメラワークも慣れてきて良い映像が撮れるのかと。でもゆっくりそれを練習したいのだが、海岸沿いにはトンビがたくさんいるんですよね。話ではトンビに攻撃されてドローンが一時的操縦不能になり落ちてしまったって話もあり、それを聞いてると1万円ぐらいのドローンならまだ良いが10万円もするドローンだと怖い。トンビの繁殖期が3から7月らしく、その時期だと攻撃してくる可能性があるとのことなので、その時期は避けようと思ったが、今回飛ばしてみて繁殖期じゃなくても、その辺にうじゃうじゃいますね。多分今の時期だと攻撃はされなくて、様子を見に来て近づいてるだけなのかもしれないが、でも攻撃されて落ちたらと思うと安心はできない。ドローン探検チャンネルさんの気持ちがわかりました。ドローン飛ばす技術と、トンビを確認する技術、センスが必要になってきます。これ結構重要。ちなみにドローンにはマイクがないので音は一切ないです。まあマイクがあっても、プーンっていう音しか聞こえないので耳障りにしかならないですね。次に機体、DJI Mini 5 Pro の感想ですが、これは素晴らしいと思います。他のドローンはスクールで使用したドローンと Amazon で買った2000円ぐらいとしか比較できないが、とにかく安定しますね。風速7メートルぐらいでも全然ブレないでホバリングしています。反応も良いですし、移動スピードも問題なし。あとはこうやって映像を見てるとわかりますが、映像が良いですよね。1インチ CMOS センサーを搭載してるらしく、カメラのことは全く素人なので言われてもよくわからないが、4K の 60fps で撮った映像だと、むちゃくちゃ綺麗ですよね。高価な機体だけはあるが、それに見合う性能。ザクとは違うのだよ。ザクとは、その通りですね。ザクではないです。でもグフでもなくシャーザク的な存在です。赤く機体を塗ってシャー専用にしてみたい。とまあ初心者に最適な機体かと私は思います。初心者でなくても中級者やベテランでも、プロレベルな性能で色々な映像が撮れるのかと思います。おすすめです。あとはやはり気になるのはゴーグルを装着して FPV を操縦するのにも興味がありますね。FPV と言ったら DJI のアバター2ですよね。でもデビューしたのが2024年の春なので、あと数ヶ月で2年経ってしまうので性能が少し古い型になってしまいます。なのでアバター2を買うよりも気になるのは360度カメラ搭載のアバター360が気になりますよね。多分デビューするのは2026年の春じゃないのかと予想してます。高そうですが。なのでとりあえず練習用にネオ2でも買おうかと今検討してます。それでは次の動画でお会いしまどーん。